こんにちは、アリスチャンネルです。ついにこの本を残す時が来ました。自然の神々、その織りなす時空です。著者の清田圭一さんは古典文学研究家、フランス文学にも精通しています。この本はもう10年以上前に初めて読んだのですが、神とは何かに一つの答えを与えてくれた本です。いつか要約を残したいと思っていましたが、ついにその時が来ました。内容が濃いので一つの動画にはまとめきれません。いくつかに分けて残したいと思います。今回はまずその最初、序章から天の神についてです。早速ご紹介していきましょう。私たちの多くは普段神々を忘れて暮らしています。けれども思わぬ困難に直面すると、心の救いを求めて揺るぎなき存在に寄りつきたくなることもあります。現代人にとっての神々とは、おそらくこのように魂の支えになってくれる霊的存在なのでありましょう。無論こうした苦悩の際でなくても、神々との接点が皆無なわけではありません。例えば聖なる聖域を訪ねたとき、私たちはそこはかとなさに心を打たれます。それは西行法師が伊勢へたどり着いた折に、何事のおわしますかを知らねども、かたじけなさに涙こぼるると歌い上げた情感にも通ずる心の動きだと思われます。あるいは大海原に昇る朝日や白雪をいただく高峰に対峙した折にも同様の思いを抱きます。それらの風景の彼方に神聖を見るからです。しかし世界の誰もが暁の光や冬晴れの丘に特殊な考えを覚えるとは限りません。ある民は果てしなき砂漠の風紋を目にした際に、他の民は大河の渦巻く流れを渡ろうと試みる際に、また別の民は野に立つ石の遺跡の上に新月が出た機会に神との開口を意識することでしょう。つまり世界のさまざまな場所には、その風土に適応する神々が太古からの時間を背負って住み着いているので、その地で生活する者は見慣れた光景の微妙な変化のうちにそれらの神々の姿を認知し、自らのよるべき根拠を再発見し続けているからです。けれども人と神との交流とは、人の側からの個々の心の投影に過ぎないのであるから、たとえ風土と固有の神々を共有する民族であっても、同じ名称の神を等しく典型化しているとは言えません。すなわち日本人に身近な天照大神やスサノオなどについても、私たちそれぞれが捉える像は多少ながらズレが生じているはずです。したがって極端な言い方が許されるならば、人類が誕生した時より生きとし生きたものだけの神があったことになるでしょう。それにまたその土地に固有とみなされている神々も、実はそのすべてが必ずしも最初からその場で住み続けていたわけではないのです。一人の商人、あるいは一人の兵士が異国に赴いて、その地の女性と所帯を持ち、その家に故郷の神を祀れば、祭司もこれを礼拝しましょうし、それが霊験新たかと分かれば、周囲の者を信仰するようになって、ここに神の変遷が成り立ちます。いわゆる感情です。それが民族の集団移住に伴って行われた場合には、新着の神の力はより強く発揮され、在来の神々の特質を次々と取り込んで集合していくのです。その意味において、私たちが日本の主人として疑わぬ天照も、おそらくは南方出身の神だったのがこの列島に入ったと考えられ、もともとは男神なのだという説さえあります。私たちの祖先はそれを国玉の拠り所にせんと幾世代もかけて務め、
この山河に溶け込ませ、時とともに揺るぎなき尊厳を有する神格として確立させたのです。人はこのようにおもむろながら、もしくは急速に意図して神々の本質を変化させていきます。それゆえ古くから尊敬されていた大いなる神がいつの間にか消え去ってしまったり、逆に思わぬ機会に新しい神が生まれ出たりします。では神とは一体何なのでしょうか。一口に神とはいうものの、その実態は多岐にわたっていて単純に総括できません。例えば紀元前20世紀頃、今から4000年前のシュメールで用いられていた悪霊に対する呪文には、夜道にひたすら覆いかぶさる悪神ウドゥクや、荒野で泥棒を放してしまうガルラといった奇妙な神々が記されています。また先史時代のエジプトに人間の背骨としてシリアから渡来し、穀物を司り冥府の神となったオシリスの名称の意味は目の力だとされました。同じく古代エジプトのフー、シア、セヘム、ヘフなどの神々は世界を創造して維持させるという難解な忠誠心でした。しかもフーとシアは3000年前のメンフィス地方の最高神で、北条神ブタハの心臓と舌であるともされていたのです。神々が祖先の神の体の一部だったとする説は、我が国の危機神話も述べています。死せる妻のイザナミを追って黄泉に赴いたイザナキが現世へ帰ってきて身の汚れを洗い去ろうと左目を洗った時に生まれたのがアマテラス。右目からはつくよみ、鼻からはスサノオが生じました。とはいえこのくだりは私たちの祖先の独創的発想ではなく、太古の南方中国で語り継がれていた万古神話にのっとって書かれた創話なのです。五運暦年期に万古は人として初めて生まれ、死に及んで化身し、その気は風雲となり、左目は火となり、右目は月となり、血液は黄河となると述べる内容を受けています。イザナキとイザナミは兄弟で結婚したのですが、古事記によればその5代前から11代前までは雨の水主の神をはじめすべて独身の神でした。これらの神が男なのか女なのか、それとも両性具有の神だったのかは定かではありません。同じ観点でユダヤ・キリストの神を見ますと、それも独身の神でありました。その神は自分の形を創造するために、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなったという作業をした上、そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時にあばら骨の一つを取った。主なる神は人から取ったあばら骨で一人の女を作ったというのです。最初の人類たるアダムとイブの誕生です。この名称さえ超えた一なる神も、原初のオリエントにあたっては多分多くの対立者を持つ自然神、おそらくは太陽神に過ぎなかったでしょう。けれどもこの神を信奉した人々は、権力の争奪に明け暮れる古代の神々の本質から脱して絶対の観念にすることに成功しました。以来この神は非常に長い期間にわたってこの神を信奉する人々にとって唯一至高の存在として君臨し続けていますが、当然ながらその反面、この絶対神にひれ伏すのを拒む者も多くいました。19世紀末、ニーチェが神は死せりと叫んだのもその一例です。彼は悩まされ続けた神を抹殺して自我を確立しようと試み、力の権威をゾロアスターに求めました。しかし結局その崇拝も他の神への乗り換えに過ぎず、神々への畏敬に代わる新しい利義を打ち立てることはできませんでした。それから100年、幾多の無神論者がさまざまな理論の構築に挑んできましたが、機械文明の熟成の中で自己を見失いがちな世紀を迎え、人々は
揺るぎなき信念を欲しているように見えます。私たちの眼差しの彼方にはいかなる神々がいるのでしょうか。最初に取り上げるのは天の神です。私たちは漠然と天空の果て、宇宙の彼方に神々がいるように思っていますが、天とは何かを問い直してみると、そこには意外な現像が見え隠れし始めます。年配の人ならトーレアンセという遊びを覚えているでしょう。手をつないだ子供たちが二手に分かれて廊下での問答を交わすたわいもない遊びです。ただ幼心に分からなかったのは、なぜ天神様に詣でると帰り道が怖いのかということでした。夕暮れになるので鬼でも出るのかしらとなんとなく思って、参道の両側に茂る木々を恐る恐る覗き込んだりしました。ここにいう天神様と菅原道真を祀った天満宮のことでしょう。道真は学問の神として有名で、江戸時代にはトーレアンセに歌われているように、手習いを始める7歳になった子供の名前を記したお札を天満宮へ奉納する習わしがありました。今でも京都北野天満宮や福岡太宰府天満宮、東京亀戸天神などでは絵馬を納めて合格祈願をするのはよく知られています。このように人々に恩恵を施す学問の神でありながら、実は菅原道真は人々にたたる怨霊だという一面を持っています。それは彼が生前に受けた冤罪に対する無念に由来するものでした。醍醐天皇時代の正暦4年、西暦901年に右大臣だった道真は、彼の地位を快く思わぬ左大臣藤原時平らの陰謀によって醍醐天皇を排除しようとしているという噂を流されました。これを信じた醍醐天皇は道真を左遷する命令を発し、九州の太宰府へ行かせました。道真は苦悩の日々を送った末、2年後に53歳の生涯を閉じたのでした。908年、参議の藤原菅が死去。翌年は常勝であった藤原時平が狂い死にしました。923年に皇太子である安明親王が21歳の若さで死去。この頃、干ばつや洪水、地震などが次々と起こり、疫病が蔓延し、世間は混乱しました。これらの異変が道真の仕業だと立証したのは日蔵というお坊さんでした。不略日記によれば、941年、吉野の金峰山にて修行中に、彼は冥界をさまよった後に蘇生してこの世に帰還したと言いました。その際、冥界において16万8000もの悪心を従えた日本大聖秘徳天と称する道真の霊にあったというのです。日蔵によれば、それは唐来天神と称し、尊重すること釈迦如来のごとしとのことで、道真の霊は唐来天神になっていたのです。その道真の怨霊の鎮魂のため、京に北野神社が建立されました。北野の地は太古より聖域として厚く信仰されていた場所でした。雷を祀って五穀豊穣を祈っていたとも言います。こうして道真の天神と北野の雷信仰が集合した神格が誕生したのでしょう。ところで各地の天満神社には寝そべった牛の像が置かれています。牛は天神様のお使いだから、この牛を撫でるとご利益があると言われ、撫で牛と呼び、何百年も人々に撫でられ、テカテカに光っています。この牛の起源は古代中国で春を迎える行事として土で作った牛を立てた豊作を願う風習に発しているとも言われます。土の牛、土牛は古い習俗で、すでに紀元前3世紀の呂氏春秋などに書かれており、紀元前12世紀の武王の弟の周公旦が最初に作ったとしています。それは
立春の日に春の方位である東の門の外に土で作った男女各2人の人形と牛を立てて安らかな農耕を願う儀式でした。神、特に祖先の神を祀るのに犠牲にする慣習は太古に遡り、2世紀後漢の説問開示では、牛は神への大いなる生贄で、その肉を分けて捧げ、天神への祭りの仲立ちとすると述べています。神を祀る際に牛を生贄とする風習は我が国でもあり、古獣医は大国主が田植えの際に牛の肉を他人に食べさせた記事を載せています。こうして牛は神々と結びつくのですが、それだけでは十分な説明になっていないようです。紀元前15世紀から14世紀頃の殷の時代には、天とは必ずしも天空を表す観念ではなく、人の頭部もしくは頭にかぶるものを意味しました。この天と何らかの関わり合いがあるらしい天神がいます。中国の戦国末期から漢にかけて成立した三海峡は、鉱山に飲水ありて清らかにさらさらと流る天神あり、それは牛のごとくで8つの足、2つの首、馬の尾と記しています。ここで天神と牛が結びつきますが、この神は周を連想させます。周は太古の帝王皇帝と争って敗れたのですが、その姿は人の体に牛のひづめ、目が4つあり、手は6本、頭には角ありて、皇帝と戦いしとき、角を持って打たば、人々は手向かうことをあたわずという様相でした。そしてさらにこの周の主人であった中国最初の農耕士炎帝親王も人の体に牛の首だったのです。興味深いのは、皇帝はまた西へ遠征して慶天というものと神争いをし、その首を立って襄陽の山に葬り、その父を目となし、へそを口となし、盾を操って回せたという伝承です。襄陽の山は炎帝が生まれた土地ですから、慶天もまた炎帝や周と同様に牛の首だったので、それを嫌った皇帝が頭部を切ったと考えられます。紀元前29世紀から27世紀頃の京水で生まれ育った炎帝親王は京、チベット系でした。その一族は周、慶天などを輩出して活躍しましたが、それら西方の神々は自らを誇示するシンボルとして牛の冠をかぶっていたのに対し、東北地方に出自を持つ皇帝にはそれが異様に見えたのでしょう。牛を象徴とした神々の像がより西の、より古い時代のものであることは容易に推察できます。紀元前30世紀から15世紀に西方からインド大陸に侵入したアーリア人の聖典リグベーダ賛歌では、インドラに随伴する和コードの群れである風と雨の神マルト神を気高き天界の王子、清らかにして太陽のごとく輝き恐ろしき形相を持ちと歌い上げていましたし、アッシリアやバビロニアではギルガメシュ女子誌の英雄神ギルガメッシュがお牛に見立てられており、その対抗者の荒ぶる神エンキドゥも人の体、牛の頭で描かれていました。そして愛の女神イシュタルはギルガメッシュの誘惑に失敗して怒り、父である天の神アヌに天の牛を都ウルクに下して都を滅ぼすように迫りました。エンキドゥは戦いの後、天の牛を倒して都に平和を取り戻します。実際に紀元前13世紀に建てられたアッカド王将記念碑では、王が牛冠をかぶった姿をしています。ギリシャでも思考神ゼウスはしばしばお牛で表現されていたばかりか、その武器は恐るべき雷でした。お牛のゼウスで有名なのは、ポイニクス王の娘エウロペを誘惑した時で、真っ白な牛に変身したゼウスは
彼女を背中に乗せたまま海を渡り、クレタ島に上陸。その地で交わったエピソードです。そこで生まれたのがクレタ王になったミーノースですが、その妻パーシパエはお牛に激しく恋をして、お牛と交わり怪物ミノタウルスを生みました。ミノタウルスは半分人間半分牛で迷宮に住み、毎年アテナより捧げられる7人の子供を食料としていましたが、後にテーセウスによって退治されたのでした。ここで注目しておくべきは、エウロペもパーシパエも共に月の交渉を持っていたことで、牛の姿をとったギリシャの守護神ゼウスは月と密接な関わりがあったというのです。古代エジプトでも地上神にして冥界神たるオシリスの聖なる伝達者には聖牛アピスが当てられていました。このように西方の各地で牛が天神として崇拝され恐れられていたのは、遥かなる太古の春分天がお牛座にあったためだと思われます。紀元前44世紀から紀元前22世紀にかけて、人々はこの星座のある場所から昇る太陽を目安にその年の農耕を開始したのです。また春のその時期は雷が良くなったので、これを天神と称したのではないでしょうか。さらに古代ギリシャで天なる大牛のゼウスが月と交わったというのは、月齢が農耕の重要な指標であったことを語っていたのです。しかし地球の再差運動によって紀元前22世紀頃から紀元前後までは春分天はお羊座に移ってしまいました。したがってこの頃に成立したユダヤ教やキリスト教では子羊を神の子の象徴としています。またその後キリスト教が確立していった時代の春分天は魚座に変わっていったため、画家たちは魚とキリストを結びつける絵を多く残しています。最も有名なのは最後の晩餐で、ダ・ヴィンチは晩餐のメインに魚を描いています。まとめると、今から6400年前から4200年前の時代では春分天はお牛座にあり、その頃の物語や伝記では神や王は牛と深いつながりを持っています。やがて4200年前から春分天はお羊座に変わり、牛を象徴とする王や神が新しいものに変わっていきました。2000年前くらいから現在の春分天は魚座で、間もなく水亀座へ移り変わります。約2100年の周期で春分天の星座が移り変わっていきます。はい、これで自然の神々第1弾は終了です。また続きもご覧になっていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。